皆さんこんにちは。今回はリクエストにお答えして五葉松の手入れについてお話ししたいと思います。黒松についてはもう何本も動画を上げていますが、五葉松については今回が初めてです。同じ松の仲間ならどれも手入れの仕方はほぼ同じだろうと思う方もいらっしゃるかと思いますけれども、私にしてみれば黒松、五葉松、赤松、それぞれ手入れの仕方は違いますし、種類は同じでも違う木だと思ってやっています。好みの問題かもしれませんけれども、私は玉散らしのそれぞれの玉があまり厚ぼったく濃く重く感じるのは好きではありません。どちらかといえば厚みがあまりなくて枝の流れがよく見える木、そういう木を気持ちよいと感じます。目先の手入れだけを繰り返していると、輪郭の部分だけがどんどん枝が分岐して濃くなり、また高さも次第に厚くなっていきます。それぞれの玉をあまり厚くしないようにし、小枝の流れを楽しむためには、細かい枝の整理や脇芽への切り戻しが必要です。こちらは3年前の11月の半ば頃の手入れの様子です。春の手入れをしていませんので、緑が長く伸びてそのままになっています。また茶色くなった古葉もたくさん積もっていました。春に緑だった部分の真ん中の強い芽を切り取っているのかというと、そうではありません。むしろその緑があった位置よりももう少し下の小さな脇芽に切り戻しをすることが多いです。もちろん古葉も取りますが、黒松で行うような古葉むしり、もみあげのような作業の仕方ではありません。軽く手で払うかちょっとつまむ程度のやり方です。五葉松は黒松のようにチクチクしませんし、葉っぱが柔らかくて古葉を取るのもとても楽です。ただし枝先は黒松よりずっと細かいので、手入れはやはりとても時間がかかります。4メートルを超すような木になると、1日1人ではとても仕上がりません。道路側の部分がちょっと届かなかったので少し残っていますけれども、だいたいこんな感じの仕上がりです。下から見た時に小枝の流れがきれいに見えるのが私は好きです。また別の木を見ていただきましょう。こちらは3年前の12月中頃の作業です。長年お客様がご自分で手入れされていたお庭を引き継いで初めての五葉松の手入れです。大変丁寧に手入れされている木ですけれども、やはり長年の間に目先の手入れだけでは玉が厚くなり、中に枯れ枝が増えてしまいます。玉の高さを低くするために切り戻し、また中にある絡み枝や枯れ枝を取りながら作業していきます。今以上に玉に厚みをつけたくないので、切り戻せる目があれば輪郭の中であってもそこまで切り戻します。今回の場合は中目がとても少ないので、ほとんど切り戻せる場所がありません。中の方は枯れ枝がたくさんあります。松は芽のないところで枝を切っても芽が出ませんので、
選択肢が限られます。日がよく入らないために脇芽が枯れ落ちて間延びしてしまった枝が散在しております。こういう枝はこのまま置いておいても途中から芽が吹くことはめったにありませんので、元から摘み取るしかありません。良い枝や良い芽を健全に成長させていくために、このような不要な枝、好ましくない枝は見つけ次第取り除かなければいけません。枯れ枝の出所を探って付け根からきちんと丁寧に取り除くという作業は大変めんどくさいですけれども、これが割と見栄えに影響するんです。間延びして枝先だけになった悪い枝の典型ですね。やはり早い段階から小枝を分岐させて枝を育成していかないと良い木は作れません。枝の切り口はなるべく目立たないようにしたいのですけれども、他に切るところがないので仕方がありません。これから少しずつ小枝を増やして選択肢が増やせると良いです。今回は冬の手入れの例ですけれども、五葉松は成長が割と緩やかなので、年に1回手入れをすれば良いと思います。手入れの仕方は春でも冬でもそれほど大きな違いはないと私は思いますけれども、近いうちに春の五葉松の手入れもご紹介したいと思っています。ご視聴ありがとうございました。